皆さんごきげんよう。今日は3回目ですね。前回インドという国の地理的な状況についてお話をしました。覚えてくださってますか？インドというのは三角形の国でしたね。そしてその上にヒマラヤという大きな山脈があるために、そこは人が通ることができない。したがってインドという国の出入り口は、西と東の狭い2箇所しかない。しかも文化的に重要なのはそのうちの西側の入り口なんだと。これは出口と言ってもいいですね。文化が出たり入ったり両方にこの、西側の狭い地域が非常に重要な役割を果たしたんだと、そういうことを申し上げましたですね。それで地理的な情報が頭に入ったところで、いよいよ今度は歴史的にこのインドがどのように動いてきたのかというお話をしなければなりません。ただその歴史の話をするときに、一番最初の細かいところから一歩一歩順番に積み上げていって、そして仏教に至り、そしてさらにその仏教がどう変化したかということを、そういうその一歩ずつの積み上げで語っていくと、いつになったら大元の仏教に行き着くんだというような、そういうなんていうかじれったい気持ちが出てきますね。ですからそういうあまり最初から細かく話さずに、まず大雑把な歴史を語ります。でそれを頭に入れた上で、今度はまた最初に戻って、その大きな区分けの中をさらに細かく見ていくと、そういう話にしたいと思います。これ日本で言いますと、例えばね、奈良時代があって平安時代があって、鎌倉があってというような話をまず大きくしておかないと、日本という国の歴史の大枠がわからないでしょ。一番最初から織田信長がいましてなんて話をしても全体像がつかめないと面白くない。だからそういう意味ではまず大きな形で歴史をつかんでおいて、そしてさらにその中の細かいところを見ていくときに初めて歴史の面白さ、それから思想の展開の意味深さというものがだんだん分かってくるわけですね。だから今日はまずそういうことで、そのインドの歴史を語るにしてもその大枠をまずお話をしたいと思います。インドの歴史がいつぐらいから分かっているのかということですね。これも日本も同じですけれども、古い時代というのは文字がないわけです。したがって、我々は考古学的に、土の中から掘って出てくるそういうものをもとにして、いつ頃にどんな人がいたんだということを知らなければならない。それしか方法がないわけですね。でその中で、インドの場合ですね、有名なインダス文明という、これ考古学的に掘って出てきたものですね。インダス文明という文明がありました。でこれが、非常に古い紀元前3000年から、紀元前千数百年というふうに言われているんですが、実は最近の研究によってこのインダス文明よりもさらに古い時代からすでにここにインドに人々が住んでいたということが分かっておりますので、前インダス文明のあたり、これはもう紀元前7000年ぐらいまでいけると言われていますが、それぐらいからインドに人々の、生活の痕跡があるということですね。しかしそれが文明として大きく発展していったのはやはりインダス文明であります。しかしこのインダス文明というのも謎の文明でありまして、大いに発展し、都市計画なども整備していた大変優れた文明であったにもかかわらず、理由不明ですがいつしかこの文明は消滅していくわけです。滅びたのか殺されたのか、攻められたのか、あるいは、発散していったのか、自然にこう広がっていって薄く消えていったのか、そこら辺は分からないのですが、ともかくインダス文明という謎の文明がインドにあった。これは皆さん教科書などで、世界の四大文明なんて言って習っているうちの一つですからよくご存知だと思います。でその後にですね、そこから話が、より歴史的にはっきりした形になってくるんですが、その後インドに例のこの間お話をしました、西の入り口ですね。インドに人が入ったり出たりする時は必ず西の入り口なんですね。狭い場所、その狭い場所を通ってそれまで住んでいた人たちとは別系統の人たちがインドに入り込んできたんだということが分かっております。
でこれは歴史的にはこれはアーリア人という名前で呼ぶのですが、このアーリアという言葉には大変問題がありましてね、さまざまな暗い歴史も背負った言葉なのですが、またこれはゆっくりと遡って、元に戻ってお話をいたしますけれども、今はともかくインドという袋小路のようなね、入り口の狭い三角形の大陸の西の方から、アーリア人と、一応呼んでおきましょう。アーリア人と呼ばれる、それまでインドに住んでいた土着の人たちとは別系統の人たちが入り込んできたわけです。そして当然ですが、西の入り口の辺りにまず定着をして、そこから次第に自分たちの文化の勢力をインド全域に広げていったわけです。でおそらくこれは武力で制圧するとかそういう話ではなくって、その新たに入ってきた人たちの文化が次第に土着の文化と混ざり合いながら、その色をだんだん濃くしながら、インド全域に浸透していったという形で広がったんだと思うんですね。はい、それで、それの単語ですけども、これ全部手作りなんですよ。舞台裏は見せられないんだけども、こういう形にしておりますので、一応何か、立派なことしてるように見といてくださいね。で、一番上にこの単語で、ですね、インダス文明とこういう感じ、こういう字ですね。それからその次が、このインドヨーロッパ語族というのが、これが実はその私が先ほどアーリア人と言いましたそれまでのインド人の人たち、土着の人たちとは違う文化、違う言語を使う人たちのその部類ですね、グループを指す名前です。つまりインドヨーロッパ語族の中のある一部の人たちがインドに入ってきて、そしてそこに定着をして新たな自分たちの文化をインド全域に浸透させていった。当然自分たちの文化とは言いながらも、土着の文化の影響も入ってくるわけですから、一種の混合文化というものができてくるわけなんですね。で、そういう文化をこれ私勝手に言ってるんですが、アーリア文化というふうに呼びます私はね。この混合してできたようなインド独自のアーリア文化ですね。他にもアーリア文化というのはイランなどにもあるんですけども、インドアーリアですねの文化というのができてきます。そして、そのインドの独特の混成文化の中から当然インド独特の、社会形態が生まれてくる。それを私たちはバラモン教世界というふうに呼ぶわけです。バラモン教というのはお聞きになったことがあるかと思いますが、インドの、この時代に成立した、この時代というのはよくわからないんですけども、おそらく今から、3000年4000年ぐらい前じゃないかと言われています。ただこの時代に関しても最近いろいろ新しい考え方も出てきて、昔私たちが世界史の教科書で習った年代とはだいぶ違ってきてるんですね。私たちこんなふうに習ったんですよ。紀元前1500年ぐらい、つまり今から3500年くらい前にアーリア人と呼ばれる非常に勢力の強い民族が、インドの北西部例の入り口を通ってインドに侵入をしてきましたと。そして、土着の人々を征服する形で自分たちの文化をインドに取り込んできました。でそれが今のバラモン教文化になりましたと。こういうふうにまるでね、一つの民族がインドに攻め込んできて、そして、土着の人たちを制圧して自分たちの文化を導入したというふうな、非常に何ていうか、劇的なあるいは野蛮なイメージで教科書なんか書かれているんですけども、実際はそんなことはないようです。そうではなくて、次第次第に長い時間をかけて定着していったという、そういう形らしいんですね。でそこでできたこのバラモン教世界というものが、実は今のインドの現代のインドの、世界にも関係をしてくるわけです。例えばというか、一番代表的なことですが、皆さんはインドにカースト制度と呼ばれる、これは本当に我々から見ると悪辣な、なんていうか、階級差別ですね。階級差別です。
バラモン、クシャトリア、バイシャ、シュードラと呼ばれる4種類の、カーストと呼ばれる、これは生まれ血筋で決まる人の人間のその価値ですね、そういうものがあるわけです。でしかもその下にはさらにそのカーストに入れてやらないというような非常に悪辣な考え方でカーストからも排除されるような人たちもいるというわけで、これが今でもインドの中での社会的問題になっていますが、そういったインド独自の社会制度が生まれてくるのがこのバラモン教世界なんですね。従いましてこのバラモン教世界は今も脈々とインドの中にその、形を変えながらですが水脈として残っている。今のインドはバラモン教ではなくてヒンズー教という宗教ですが、実はバラモン教とヒンズー教はこれは根っこがつながった同類の同じ宗教の延長線上に存在するものです。したがってバラモン教世界とが本来できて、そこに新たにそれが発展する形で今のヒンズー教社会が生まれていますから、これは一つの流れとして捉えることができるわけなんですね。で、それだけでしたらじゃあ仏教はその中でどう働いているんだという話になりますが、仏教というのはそのバラモン教社会に対抗する形で、もっと言うと反バラモン教というものを旗印にして出てきた宗教です。あまり仏教をかっこいいものとして褒めるというのはこれはもうなんかあれですね、未びいきになりますからあまり強くは言いませんけれども、しかしながらそれでもですね、やはりバラモン教が主張する人は生まれながらに血筋や家柄やその階級によってその人の生き方は決められているのだという考え方に強く反対をしたという意味で、お釈迦様がお作りになった仏教というのは極めて、その人間を平等視する。もちろん古代インドのことですから、そんなに今の現代社会のように非常に強い人権意識で皆が平等だって、そんなことはそこまでは言えませんけれども、しかし当時のレベルからしたら極めて平等な世界観をお作りになった人なんです。でそういうわけで、ここにもありますように、そのバラモン教世界というものの中で生まれ、そしてそのバラモン教世界からの脱出というのか、バラモン教世界の価値観を、抜け出してもっと平等な新たな世界観で生きようとしたのが、お釈迦様。本名というか本当の呼び方ですね。本当の呼び方は釈迦牟尼ですね。そしてその釈迦牟尼が仏教をお作りになったというわけであります。私たちはお釈迦様って言いますけども、あれは正しい言い方じゃないんですね。本当の、お釈迦様の本名呼び方は、釈迦牟尼なんですね。こういう説明もまた、ゆっくりとしていこうと思っております。それで、いろいろお話ししたいことがありますけれども、今日は一番最後でお釈迦様のおっしゃった言葉を一つ、ご紹介をして終わろうかと思ってます。ちょっと動かしましょうか。顔が隠れてしまうけど仕方がない。はい、どうですか。ちょっと読んでみましょうか。戦場において100万人に勝ったとしても、ただ一つの自分自身に勝つことのできるものこそが最高の勝者であると。でいうわけで、これ見てお分かりの通り、正しい人の生き方というのは自分に勝つことだと言ってます。これは言ってみれば社会制度やあるいは人が決めたようなそういったシステムの中で幸せをつかむということではなくって、自分が自分の力で自分の在り方を決めていくべきであるという、そういう思いがこれに強く出ておりますですね。ですからこれから見ても、そのバラモン教世界の中の家柄血筋で人を決めるという考え方に、お釈迦様が強く反発する気持ちを持っていたということがお分かりになるかと思います。
はい、それでは歴史の大雑把な話もう少し続けようかと思ってますが、それが終わりましたらまた元に戻りまして、お釈迦様時代のあるいはもっと前の時代について詳しく説明をしていこうと思います。それじゃあ今日はこれで終わります。ごきげんよう。